こんにちは、大沢です。今回はオール5000円以下縛りで作業を手助けしてくれるアイテムをいくつかご紹介したいと思います。これまで出した動画でも何回か登場しているのでいくつか重複してしまいますが、なくてもいいけどあるとなくてはならないものになってくるアイテムたちですので、もしご興味ございましたら是非最後までご覧いただけると幸いです。はい、ということでまずは 3-in-1 の充電器ですね。これは iPhone と Apple Watch と AirPods を同時に充電できるアイテムでございます。主に Apple 製品使ってる方向けかもしれないんですが、ただQi充電対応してれば Apple 製品じゃなくても大丈夫です。僕が今使ってるのは、すいません読み方がわからないんですけど、イーフェンっていうのかな、おそらく中国のメーカーで Amazon で安かったんで買ってみたんですけど、で別に僕が今使ってるメーカーじゃなくてもいろんなとこから出てるので、是非自分に合ったものを探してもらえればと思うんですけど、個人的にこれは購入して一番良かったなと感じました。でなんで良かったかって、この世の中充電式のデバイスばっかりじゃないですか。なので生活しててポートが足りなくなるっていうデバイスの順番待ちみたいな時って結構ありません？特に仕事によってはこの iPhone とこの Apple Watch と AirPods 以外にも充電しなきゃいけないデバイスがまだまだあるわけですよね。そのうちの3つをまとめることによってポートも節約できるし、あとQi充電器ってただの板状というかそのまま上にポンって置くタイプのものあるじゃないですか。それだとどうしても横に幅を取るんですよね。でもこれは縦に収められるのでデスクの上もすっきりするし、スタンド型なので通知が見やすいっていうことで、他のメーカーで Apple Watch がこの上じゃなくてこう横に来るパターンのものもあるんですけど、それもやっぱり横に幅を取ってしまうんで、もしどっちか悩まれてる場合はデスクのスペース的に余裕のある方以外は個人的にはこの上に Apple Watch が来るパターンのものをおすすめします。あと Apple Watch 持ってない方もスマホとワイヤレスイヤホンだけの2-in-1タイプの充電器も売ってます。探すと白いやつとかスペースグレーっぽいやつとかもあるので、僕が今使ってる充電器というよりは 3-in-1 とか 2-in-1 とか中には 4-in-1 とかもあるので、そういったQi充電器の導入はとてもおすすめっていう感じですね。はい、お次はゲルクッションですね。これはね、噂の生卵を上に置いてその上に座っても割れないっていうのが売りのクッションですね。これも Amazon で買ったんですけど、いろんなメーカーから出てますよね。でこういったゲルクッション買った方ならわかると思うんですけど、別に柔らかいというわけではないんですよね。あくまでこう接地面というかお尻にかかる圧が分散されるっていう感じなんですよ。今使ってる椅子自体でもワーキングチェアなので座り心地は全然いいんですけど、僕腰痛持ちなのでサポーターつけた上で最後の念押しというか、これを敷くとより腰が痛くなりづらく感じます。なんかこうずっと使い続けてるとなんか腰痛くないかもって気づくというか、仕事の都合上椅子に座ってる時間が1日で一番長いので、1日最低でも15時間ぐらいはデスクに座ってるかな。やっぱり少しでも体にガタが来るのを遅らせたいので、デスクワークの方、特に最近そういう方増えたと思うんですけど、そういった方は今使っている椅子にぜひこのゲルクッションおすすめですね。どこのメーカー選んでもそんなに差はないと思うので、値段も安いのでぜひどうでしょうか。続いてはこちらマッサージブラシです。これは僕はエトボスのものを使っていて、電動のやつもねたくさん売ってるんですけど、電動はねいちいち充電したりとかして絶対使わなくなるなっていうのは思ってたんで、あとマッサージブラシといえばウカの剣山が一番有名だと思うんですけど、これはねウカのピンクと
ほぼほぼ同じ硬さです。で、なんでわざわざ羽化にしなかったのかというと、羽化はね、面積が小さいのと針の数が少ないんですよ。なので作業に疲れてブワーって思いっきりワッシャワッシャマッサージしたい時には羽化は不向きなんですよね。でもこれは面積も大きいし針の数も多いので豪快にブワーってマッサージできるので、これを選びました。で、作業してると頭だけじゃなくて目というか顔面も疲れてきません？なんかおでことか、あと僕集中すると歯を食いしばる癖があって顎とかも疲れてきたりするんですよ。なので僕このブラシ顔面にも押し当ててます。これがまたね気持ちよくて顔面にもちょうどいい硬さなので、これはね1時間に1回ぐらいはやってますね。ただもちろんボッコボコに跡はつきますよ。なのでおすすめですとは言えないんですけど、自己責任でやってみてください。お風呂でも使えるし、シリコン製で衛生的なので、作業によって頭周り凝っている方、マッサージブラシ検討してみてはいかがでしょうか。はい、お次がスライム状のクリーナーですね。これは普段使うデバイスが多い方におすすめで、昔からこういったクリーナーはねたくさんありますけど、なぜスライム状がいいのかっていうと、クリーナーってウエットティッシュタイプのものもあると思うんですけど、あれだと、使ってる方ならわかると思うんですけど、拭き跡が残るんですよね。あとキーボードに使う場面が多いんですけど、キーボードの中に入り込んでるホコリとか凹凸がある部分にちゃんとベタってホコリとか指についてた皮脂とかを取ってくれるので、キーボードの他にも DTM やられてる方とかは特にミディキーボードとかスピーカーとかオーディオインターフェースが多い方はこれあると絶対掃除楽になります。作業してるとデバイスがこう顔に近くなるじゃないですか。なのでこうホコリが視界に入りやすくて作業中に萎えるんですよね。なのでそういった時にスライム状だとパッと取り出してペッて貼っつけて、そうすればすぐホコリ取れるし跡もつかないので、すごくスライム状のクリーナー楽です。はい、でこの流れでなんですが、次は大判のクロスですね。これもデバイス拭くのにすごくよくって、ポイントはこういう感じで大判なことですね。僕はプエブコのものを使ってるんですけど、調べるといろんなブランドのやつたくさん出てくるので、いろんな種類見ていただければと思うんですけど、大判だとメガネはもちろん PC とかタブレットとかっていう大きめのサイズのディスプレイも気づいた時にガシガシ拭けるので、このクリーナーとこのクロスのセットがあると日々の掃除すごく楽です。よく小さい掃除機みたいな電動クリーナーとか小さいほうきみたいなのありますけど、用意するの億劫になってきて絶対使わなくなってくるので、ストレスなくパッと取り出せて掃除できるものを僕はおすすめします。僕白山メガネ店のレコード型のクロスがあって、本当にレコードと同じサイズのもの、30センチぐらいのものがあるんですけど、あれ可愛いなと思ってるので、今使ってるこれが劣化してきたらそっちに乗り換えようかなと思ってます。はい、そして最後はこちら小型のライトです。こちらは手元の作業、特にアナログ作業をする方におすすめです。でこの今使ってるライトなんですが、ネジ穴が2つついててマウントにドッキングできるので、三脚とか直接カメラに取り付けられて YouTube の撮影の時もよく使えますし、この裏にマグネットが内蔵されてるので、僕のデスクの壁に IKEA のホワイトボードを立てかけてるんですけど、そこにくっつけてアナログ作業、服作ったり絵描いたりコラージュしたり、あと何本か動画アップしたんですけどレゴしたりとかもしてますね。一応デスクライトも隣に置いてるんですけど、どうしてもね一方向からの光なので手元に影ができちゃうんですよね。それで手元が見えづらい時があるんですけど、それがこれあると解消されるのですごい助かってます。でこれの良さが充電式なのでどこでも置けるっていうのと、この横のスイッチで調光と調色ができるんですよね。青っぽい光がいい時とオレンジっぽい光がいい時選べるので、しかも無段階調節ができるかつ光量もかなり出るのでおすすめです。これで4500円ぐらいとか考えられないですね。今日ご紹介する中でこれが一番高額なんですけど、あと後ろにここに小さいディスプレイがついてて、バッテリー残量とか明るさとか、あと色温度が見れるのもいい点ですね。
仕事の遠征先で作業する時、周りに明るさが足りない時、野外とかホテルの部屋のライトが暗い時あると思うんですけど、そういった時にも持ち運びやすくって、ガジェットポーチにこれ1個ポンって入れとけばすごく助けになるアイテムですね。これ悪いとこあるって感じなんですけど、是非チェックしてみてください。はい、ということでオール5000円以下のアイテムをいくつかご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。全部実際僕の作業を手助けしてくれているアイテムたちですので、気になるものがあったら是非調べてみてください。ですいません、前回の動画の最後の方でもちょろっと言ったんですけど、今回ご紹介したアイテムのリンク Amazon リンクなんですけど、チャンネル当初はリンク貼ってたんですけど、 Amazon から YouTube の場合は登録者が500人以上じゃないとリンク貼れませんよっていう規約があるっていう連絡が来て、そのリンクを剥がされちゃったんです。なのでもしよろしければリンク貼れるようになるために、登録者が500人到達できるようにチャンネル登録をしていただけるとすごく幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい、ということでこの動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。何かご意見ご感想ございましたらコメントをしていただければチェックいたしますので、こちらもよろしくお願いします。次の動画も楽しみにお待ちいただけると幸いです。それではまた。